1967年10月18日、1機の探査機が金星に突入しようとしていました。これはソ連が打ち上げたベネラ4号。大気圏で減速用のパラシュートを開き、降下を始めますが、温度計の数字は信じられない数値に上がっていきました。そして、高度 24km 付近で通信は途絶えました。地獄という言葉すら生々しい金星の過酷な環境は、科学者の予想をはるかに上回っていたのです。それから50年以上が経ちましたが、金星の表面から画像を送信した探査機は、ソ連のベネラ計画による4機しかありません。今回は、ソ連の探査機が破壊されるまでのわずかな時間で見た金星の本当の姿を 4K の実写画像でお届けします。たった数十年前まで金星は地球とあまり変わらない環境だと考えられていました。今となっては信じられない話ですが、それなりに納得できる理由もあったんです。19世紀にも太陽面を通過する金星が望遠鏡によって撮影されていました。金星が分厚い雲に覆われていることはかなり昔から把握されていたようです。また、隣の軌道を公転している金星は地球から最も近い惑星でもあります。太陽からの距離はおよそ1億 800km。最も近い時はわずか4200万 km の距離まで地球に近づきます。さらに地球と金星は大きさと重さがほぼ同じ。内部構造までよく似ていることから金星は地球の兄弟星とまで言われてきました。しかし金星は常に雲に覆われており、地表を直接観測することはできません。そのため金星の雲の下には海を持つ熱帯地域のような楽園が広がっていると信じられてきました。今から100年ほど前にはノーベル賞を受賞した学者でさえ金星の表面温度を約47度と見積もっていたのです。1954年に出版された本には、金星は地球でいうカンブリア紀の地球にあたるという記述があります。しかも原始的な生物が存在する可能性もあるという大胆な主張です。カンブリア紀といえば4億年から5億年前、三葉虫をはじめとした多種多様な生物が誕生した時代。金星が火星に次ぐ地球外生命の楽園としてどれほど期待されていたかが伺えます。外見は地球とよく似ているのに、肝心の素顔は雲に隠されていて見えない。この絶妙なミステリアスさが人々の金星へのロマンを膨れ上がらせた理由なのかもしれません。しかし、テクノロジーの発展に伴って徐々に雲行きが怪しくなっていきます。1956年、金星を電波で観測したアメリカの海軍機関は、金星が地球よりはるかに高温であることを示すデータを得ました。それが確信に変わったのは、1962年に打ち上げられたマリナー2号です。世界で初めて他の惑星に接近した探査機でもあるマリナー2号は、金星上空の 34,854km を通過しました。その時に計測された金星の昼側の温度は摂氏237度。親愛なる兄弟星だと思っていた惑星が実は死にかけの隣人だったのです。技術の進歩は時として人々の夢を打ち砕きます。火星に次ぐ楽園だと思われていた金星は生物の生存を絶対に許さない地獄であることが明らかになりました。マリナー2号の無情な観測結果を聞いてもなお希望を捨てない科学者もいました。天文学者として名を馳せる前のカール・セーガンはこのように述べています。温度や気圧が高いのは火星の大気圏だけであり、地表は生命が住める環境かもしれない。しかし
マリナ2号の発見を機に生命が存在する星として世間から期待されることはなくなっていきました。ところが、そのような経緯があってもなお金星に異常にこだわり続けた国がありました。ソビエト連邦、ソ連です。マリナ2号が打ち上げられていた当時は、アメリカとソ連による宇宙開発競争の真っ只中でした。大戦中に発明された弾道ミサイルの技術を応用し、両国が国家の威信をかけて自国の技術を誇示し合っていたのです。初めて金星に目をつけたソ連は、1961年にスプートニク7号を打ち上げます。初の金星探査ミッションを行うはずだったこの探査機は、地球軌道を脱出することすらできずに墜落しました。翌年にアメリカのマリナ2号が金星に到達。その後、アメリカは有人月面着陸に注力していきますが、ソ連は金星に向けて立て続けに探査機を打ち上げました。相次ぐ失敗にもめげずに、たった3年間で8機もの探査機を送っています。なぜソ連がこれほど金星に固執したのかはわかりません。しかし、その異常なまでの努力と執念が初めての成功に結びつきました。金星表面に着陸することを目標に打ち上げられたベネラ3号が1966年3月に金星に衝突したことが確認されたのです。衝突後に通信が返ってくることはありませんでしたが、地球外惑星の表面に接触した最初の探査機となりました。次の成功例が冒頭で紹介したベネラ4号です。ベネラ4号は金星表面への着陸ではなく、大気圏をできる限り深く降下して観測することを目的に製造されました。金星の大気圧が想像以上に高いことを踏まえて、確率の低い派手な成功より少しでも多くのデータを取って今後の探査に生かそうという方針に切り替えたのです。結果的にその判断は正しく、ベネラ4号は地表を拝む前に短い生涯を終えます。しかし、わずかな時間で金星大気のデータを送信し、初めて他の惑星の大気圏からデータを送った探査機となりました。貴重なデータによって大気の主成分が二酸化炭素であり、窒素や酸素はごくわずかであることが判明。この時に推定された金星の表面温度はおよそ摂氏402度。これは金属である鉛が溶けるほどで、太陽系で最も太陽に近い水星よりも高い表面温度です。その原因は金星の大気の9割を占める二酸化炭素。二酸化炭素は温室効果ガスの一種で、太陽から放出される熱を閉じ込めて地表を温める働きがあります。大気中にたった 0.04% しか二酸化炭素が含まれていない地球ですら温暖化が叫ばれているのです。地球より数千万キロメートルも太陽に近く、地球のおよそ2400倍も二酸化炭素濃度の高い金星がこれほどの高温になるのも無理はありません。金星が想像を絶する恐ろしい世界であることが分かった後も、ソ連の科学者は金星探査に果敢に挑み続けました。その甲斐もあって、ついに彼らはアメリカに成し得なかった成功をつかみ取ります。ベネラ4号の後続機として期待されていた5号と6号は、金星の大気圏に突入することには成功したものの、地表に達する前に通信が途絶えました。ところが、1970年、ソ連は人類史上初めて火星の大地に探査機を着陸させることに成功します。ベネラ7号は金星の地表に着陸させることを前提に開発された探査機です。そのため、ベネラ5号と6号が耐えられる圧力の6倍の圧力に耐えられるように設計され、装置全体の質量は 50kg も重くなりました。その設計のおかげで、初めて金星の大地を踏みしめたベネラ7号は、
23分間にわたって地球にデータを送信。金星表面の温度が475度プラスマイナス20度、圧力は90プラスマイナス15気圧であることが分かりました。どちらも前回の測定をさらに上回る数値です。90気圧は地球の海面気圧の90倍に匹敵します。つまり深海900メートルとほぼ同じ力が地上で常にかかっているのです。人間が一瞬で絶命するのはもちろんですが、強固に作られたベネラ7号ですら長くは耐えられません。しかし、これまで金星表面で動作した探査機は一つもないため、探査機の寿命は着実に伸びていることがわかります。ライバルのような関係だった当時の NASA の長官代行であるジョージ・ローも、このミッションを大きな成果だと称賛したほどです。1972年に金星に送り込まれたベネラ8号も同様に金星表面への着陸を成功させ、前回のミッションの発見を裏付けるデータを得ました。1974年にはアメリカのマリナー10号が水星に向かう途中で金星に立ち寄り、初めて宇宙から金星の拡大画像を撮影しています。現在の金星のイメージとはまるで違う深い青色に地球の雲のように広がった白い模様。これは紫外線フィルターを使用して撮影されており、人間の目で見た金星の雲を再現するために色が補正されています。ベネラ計画における2度目の転機はベネラ9号の功績です。1975年10月に金星表面に着陸したベネラ9号は金星で写真を撮影することに成功しました。探査機の足元を映したパノラマ画像なので、ベネラ9号の一部が映っています。当時の金星は曇りの日の地球ほどの明るさだったため、撮影には絶好のタイミングだったようです。ベネラ9号には2台のカメラが搭載されていましたが、1台のレンズカバーが外れず、送信できたのは片方のパノラマ画像だけでした。これが金星で撮影された世界初の画像であり、地球外惑星の地表で撮影された初の画像でもあります。そしてデジタル処理されたカラー画像がこちら。金星特有の黄色い大気を除けば、地球の光景と言われても違和感がないかもしれません。瓦礫の山のように岩が積み重なった荒涼とした風景です。これらは火山性の堆積物だと推測されており、過去の金星で火山活動があったことを示唆しています。着陸後の通信時間は53分間とさらに長くなり、ソ連の技術力は金星の環境に着実に適応しつつありました。そのわずか3日後には、後継機のベネラ10号が金星表面に着陸。これまでの失敗が嘘のように、立て続けに地表からの通信を成功させます。ベネラ10号は同じようにパノラマ画像を撮影しました。ベネラ9号の着陸地点の地面と比べるとかなりのっぺりしており、場所ごとに地形が違うことがわかります。着陸後の通信時間も前回の53分間から65分間に伸び、安定した成果を出せるようになっていました。ソ連のベネラ探査機は地球外惑星への初の着陸や初の写真撮影など、宇宙開発の歴史的記録をいくつも樹立していきました。ここからついにベネラ計画は大詰めを迎えていきます。1978年には NASA のパイオニア・ヴィーナス1号と2号がアメリカの探査機としては初めて金星軌道を周回しました。この3年前にはソ連が地表に着陸して写真を撮っていたことを考えると、当時のソ連の技術力には心底驚かされます。とはいえ、パイオニア・ヴィーナスもソ連とは違う形で成果を上げました。金星には磁場がほとんどないこと、
雲が主に硫酸でできていることを明らかにしたのです。さらに永久に晴れることのない硫酸の雲の中で雷の存在を示す証拠も発見しました。地表は鉛を溶かす高温と人を押しつぶすほどの気圧の高さ、大気圏では雷と濃い硫酸の雲、地球とは似ても似つかない環境であることが改めて確認されました。また分厚い雲を透過して内部を観測できるレーダー装置を搭載していたパイオニア・ヴィーナスは初めて金星表面の大まかな地形図を作成。地球より巨大な山や谷があるものの、全体的に見ると起伏の少ない地形であることが分かりました。当初は8ヶ月の予定だったミッションは14年間も続き、金星探査に大きく貢献しました。アメリカに負けじと、ソ連もベネラ10号の後継機を続々と打ち上げていきます。1981年に打ち上げられた双子の探査機ベネラ13号と14号はこれまでにない機能を備えていました。まずカラー画像の撮影機能です。先ほど紹介したようなデジタル処理されたカラー画像ではなく、現地で撮影したカラー画像を地球に送信しました。今までは2つあるカメラのうち片方のレンズキャップが取れてしまい、1つのカメラでしか撮影できませんでしたが、今回はフロントカメラと背面カメラが両方とも機能しています。ベネラ13号は着陸から127分間も通信を維持し、金星表面で最も長く生き残った探査機となりました。余談ですが、ベネラ13号が送信した画像の中の1枚に生命存在の証拠が写っているという指摘が、ベネラ13号の着陸からおよそ30年後の2012年に話題になりました。これらは同じ場所を写した画像を時系列に沿って並べた比較画像です。ロシアの科学者は円盤状の物体とサソリ状の物体が写真ごとに位置を変えて映り込んでいるように見えると述べています。僕もこれらの画像を拡大してよく見てみましたが、画像が粗いこともあり、矢印がつけられていてもよくわかりませんでした。最もわかりやすい画像はおそらくこちらです。確かに三葉虫の化石のように見えないこともないような気もするかもしれません。案の定、生物だと指摘された物体はレンズキャップや画像のノイズであると否定されています。当時のカメラの性能を考えると画像の悪さは仕方ありません。同じ画像を現代の最新カメラの解像度で見てみたいと一層強く思わされるエピソードです。ベネラ13号は地球外惑星の地表から初めてカラー画像を送信した探査機ですが、同時に地球外惑星の音を初めて録音した探査機でもあります。しかし、ベネラ13号の信頼できる録音データがネット上で見つからなかったので、今回は後続機のベネラ14号が録音したデータを紹介します。それがこちらです。音はベネラ14号が大気圏を降下してくるところから始まります。地表に無事に着陸しました。これはカメラのレンズキャップを飛ばした音です。この後に金星の土壌を採取するため、掘削アームのドリルで地面に穴を開けていきます。
背後で聞こえるのは金星の不気味なうめき声。採取したサンプルを分析装置に入れる音も入っています。限られた時間を無駄にしないため、ベネラ14号は音響データから風速を測ったり、土壌サンプルから地質を分析したりと、複数の調査を並行して進めていきました。ベネラ探査機のうち、金星表面に降り立って画像を送信できた探査機は4機のみ。それらが地球と通信できた時間は合計でわずか5時間程度です。金星までの旅路を考えると、あまりにも短いように思えるその時間は、金星探査の歴史を大きく塗り替えました。人類が金星の表面に降り立ったのは、これが最後となりました。ベネラ14号の打ち上げから、僕たちは金星の雲の下を40年以上も見ていません。ベネラ14号から2年後には、ベネラ15号と16号が打ち上げられたものの、金星の軌道を周回するにとどまりました。そして、1984年のベガ2の打ち上げを最後に、ソ連が金星の姿を拝むことは永遠になくなりました。ソ連を構成する共和国が相次いで独立を宣言し、ソ連が政治的に不安定になっていったのです。もはやかつての影響力を維持できなくなったソ連は、1991年の終わりに崩壊。冷戦も終結し、宇宙開発競争が当初の目的を失った後は、ヨーロッパの宇宙機関である ESA や日本の JAXA をはじめ、いくつもの国が宇宙開発に参加。NASA のマゼラン探査機、JAXA の暁など、いくつかの探査機が金星を目指しましたが、いずれも地表に降りることはありませんでした。その背景にはいろいろな事情があるでしょう。僕の意見としては、最大の理由はコストと成果が見合わないからだと思っています。金星の地表は平均460度という高温、地球の90倍の気圧に支配された極限の世界です。数時間も経てば高温で溶け、気圧に押しつぶされ、データやサンプルの回収もままなりません。一応、金星表面で60日間活動するミッションの構想があり、技術的には長期間の運用も不可能ではないようです。しかし、実際に設計して安全性を検証するまでには膨大な時間を要します。こういったコストや時間と引き換えに見合うデータが得られれば問題はありません。ただ、一連のベネラ計画によって金星に着陸して音声データとカラー画像を取得するという一定の成果はすでに出ています。惑星探査の最大の目的の一つは地球外生命の発見です。その可能性を金星に見出すことが難しい以上、貴重な予算と研究期間を金星探査に投じるのはコスパが悪いと判断されても仕方がないかもしれません。しかし、金星にはまだまだ謎が多く残されていることも事実です。科学者は金星探査を諦めているわけではありません。2030年代、人類は再び金星に降り立ちます。ダヴィンチミッション。NASA が予定するこの計画では、金星の大気から地表までを観測し、金星が45億年間でどのような歴史をたどってきたのかを調査します。幅約90センチメートルの球形の探査機を放ち、金星の大気を通り抜けながら、金星表面の計測と高解像度の画像を撮影します。ダヴィンチで使われる探査機には、電子機器を保護する多層断熱材や、酸への耐性と鋼鉄の5倍の強度を持つパラシュートで設計される予定です。これが成功すれば、およそ50年ぶりに金星の表面に到達し、山々や平原の鮮明な画像が手に入ります。ベネラ探査機の意志を継ぐダヴィンチが
金星探査を新たな段階へと進めるのです。ダヴィンチミッションの詳細や金星に挑んだ他の探査機についても今後の動画で取り上げていくので、興味のある方はぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。